値段の波、また来てる気がするのだ。仕入れの空気が変わると、後で身近なところにも響くわ。その流れ、今日は結構大きいじゃん。まずは4月の企業物価指数からいこう。4月の企業物価指数は、去年の同じ月より 4.9% 上がったのだ。上昇幅は2年11ヶ月ぶりの大きさなのだ。そこまで動くのね。企業同士の値段がこんなに跳ねるなんて。企業物価指数って企業同士で売るものの値段の流れを見る数字だよね。そこが上がると先々にも響くじゃん。去年の平均を100にした水準で 132.8 なのだ。数字だけ見てもかなり積み上がっているのだ。原因はイラン情勢で原油価格が上がっていることよ。燃料が動くと周りまで連れて行かれるわ。ナフサや軽油の石油、石炭製品が 5.3%、化学製品が 9.2% 上昇か。作る側の負担、だいぶ重いよね。非鉄金属は 37.9% 上がったのだ。アルミニウムが多いと聞くと範囲の広さが見えてくるのだ。ここまで広がるとエネルギーだけの話じゃないわね。材料の入り口から全部に滲んでいる感じよ。例えば材料が上がると文房具でも家電でもじわっとくるじゃん。うちらの買い物にも回ってきそうだよね。サプライチェーン、つまり材料が運ばれて製品になる流れへの影響も見ていくのだ。政府の物価高対策がどれだけ効くかも気になるわね。値上がりの広がりを抑えられるかしら。みんなも最近高くなったって感じるものある？こういうのって体感と数字が重なると気になるじゃん。僕はずんだ餅回りの値段も見張っておきたいのだ。そこを真顔で言うの妙に似合うわね。でも生活に近いところで考えると分かりやすいよね。続いてはキューバなのだ。発電に必要な燃料が底をついたと明らかにしたのだ。燃料切れはきついわね。電気が止まると暮らし全体が落ち着かなくなるもの。ハバナで連日20時間を超える停電ってほぼ1日が暗いままじゃん。相当しんどいよね。給油も軽油もない、備蓄もないって話なのだ。そこまで生きるのはかなり切迫してるのだ。停電してるのに備蓄まで空っぽって厳しすぎるわね。ほんと暮らしが回らないじゃん。燃料ってある前提で毎日組み立ててるものだよね。停電が長いと冷蔵庫も辛いのだ。そういう日常の不便が積み重なるのが重いのだ。市民の抗議デモまで起きているのよね。これだけ長い停電なら怒りが出るのも当然だわ。生活の不満が外に出てくるのは自然だよね。電気ってある前提で毎日組み立ててるじゃん。それに内務省の担当者がハバナで CIA 長官らと協議したのだ。 CIA はアメリカの情報機関の一つなのだ。安全保障まで絡むと単なる燃料不足じゃ済まないわね。話が一層複雑になるわ。燃料と政治が一緒に動くと出口が見えにくいじゃん。次の一手が読みにくいよね。アメリカは政治と経済の改革を全て求めているのだ。かなり条件が多いのだ。だから今後キューバがどこまで譲歩するかが焦点なのね。長引けば長引くほど苦しくなりそうだわ。みんなならまず何を優先してほしいって思う？かなり切実な話だよね。僕ならまず明かりが戻ると助かるのだ。最後は金利の話なのだ。長期金利が 2.665% まで上がって1997年5月以来の高水準なのだ。29年ぶりってかなり久しぶりね。市場の空気が一気に変わった感じだわ。10年もの国債の利回りが 2.7% まで上がったってことだよね。利回りってお金の増え方の目安みたいなものじゃん。じゃあ僕のずんだ貯金も増えるのだ。増えるわけないでしょう。そこは国債の話と別物よ。でも借りる側の負担が変わるって意味では家計にも近いじゃん。国債の値段が下がると利回りが上がりやすいのだ。仕組みは単純でも動きはかなり敏感なのだ。今日発表された企業物価指数が市場予想を大きく上回ったのも意識を強めた要因ね。物価が上がると日銀の利上げも気になるし、金利が上がると暮らしも気になるじゃん。それに
中東情勢が長引くと今年度の補正予算案が必要になるかもしれないのだ。補正予算案って後から追加で組む予算のことよね。財政の心配まで広がるのは嫌な流れだわ。市場予想っていうのは、みんなが前もって考えていた見通しのことだよね。そこを超えると、余計に驚くじゃん。だから今後は、物価と金利と財政の3つがどう動くかを見ることになりそうなのだ。私の財布は相変わらず静かなままだし、余計に気になるわね。この3つが同時に動くと、家計の予定も立てにくいよね。みんなはどれが一番気になる？僕は金利の上がり方が一番気になったのだ。ここで今日の話につながる豆知識なのだ。統計の話かしら。数字を集めるだけでも大変そうね。統計って実測したデータをもとに計算した数値をまとめたものなのだ。社会の状態を数で見やすくするのだ。ただの数字じゃなくて集めた結果のまとまりなんだじゃん。しかもデータを集めて計算して公表するまでの手続きに標準的な考え方があるのだ。個人情報やプライバシーを守るのも大事ってことね。数字が正しくても扱いが雑だと困るわ。そうなのだ。だから物価みたいな数字も社会を見る手がかりとして大切なのだ。今日は値段と燃料と金利がつながって見えたのだ。数字って思ったより生活に近いのだ。気になった話があったら高評価してくれたら嬉しいな。概要欄にリンクもあるから細かい記事はそこから見てちょうだい。また次回も一緒に追ってほしいのだ。またねなのだ。